ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバののババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビバのの。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、私の左側で食べているのが白黒のクータくん。右側で、寝ているのがグレーのグーちゃん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、三毛猫たまちゃんにチュールあげようかな。グレーのグーちゃんにチュールあげようかなと思われた方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。もうたまちゃんは何なんだよ。すげえでっかい声で耳元で泣くくせにな。全然抱っこさせてくれないし、謎だ。はい、食べ始めたな。食べてくれ。食べてくれよ。はい。で、1日1個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピッカピカ光っていなくって、うざ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に行っていただけると嬉しいです。では、行きますよ。せーの。ジャスティス。ゆりたん、ジャスティス。たまちゃん、ジャスティス。ぐーちゃん、寝てる。はい、ジャスティス。今日も塩入りせいでございます。意外と塩味するな。今日はちょっと塩少なかったかな。でもまあ普通こんなもんだろうなと思って、塩を足すことをせずにいたけれども、意外と塩味するな。はあ、うま。眠いからあったかいのが、美味しいよっていう感じ。
てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。カニタンさん、ジャスティス。ありがとうございます。本日もお付き合い、よろしくお願いいたします。ゆりたんはな、膝の上乗っちゃうともう今日何回おしっこされたかしら。もう着替えがないから、ちょっと困るんですけど、来た。来たな。来たね。乗るはい。では、どうしようか。一緒に、じゃあ、ライブしますかね。もうすでにびしょびしょじゃないと。君だな。はい。じゃあ、ティッシュを片手に。もうおしっこされてる。もうこれ以上着替えないんで、頼ますって感じね。ピョンさん、あれ、私のジャスティスが消えた。あら、そうなのね。残念。そういうこともあるんだな。ねえ、今日はさ、お昼な、お昼だったっけカリカリ。ちょっと多めにあげたんだよね。最近食欲があるみたいでさ、足りないみたいだからと思って、やや多めにあげたんだけど、そしたら全然残ってんだよね。で夕飯の時もさ、なんか結構残ってっから、今日は夕飯いいかと思ってさ、あげないでいたんだけどさ、いつの間にかなくなってたんだよね。で、たまちゃんがなんか大きい声で泣いてるし、これお腹空いてんのかなと思ってね。で、まあ遅めの夕飯、ちょっとだけね、足してあげたんだけどさ、そしたらまあ食べないのな。で、しょうがないから今日もさ、夕飯の残りのカリカリにしたらさ、もうほんとカリカリは食べないな。まあそうだよね。普通のものじゃないもんね。でも他のカリカリは食べたりとかするからな、そういうことではないのかな。ただ好みではないっていうだけかな。で、今日はゴミの日だったのか。今日はゴミの日でゴミ出しして、洗濯して、で、そうか、苔玉ね。苔玉の発送があったんで、どうしようかなって思ってたんだけど、で、朝はね、水につけて、で、昼間ね、太陽が出てる間は光合成させて、で、午後になるとね、太陽が当たらなくなるので、じゃあそれから発送かなと思って、で、どうしようかなと思って。で、調べた感じだと、ペットボトルの中に入れて、で、箱に入れて、でね、箱に、ひっくり返さないでみたいな、植物が入ってるよってことが分かるようにして、で、送ればオッケーだぜみたいなこと書かれてるから、じゃあオッケーかななんて風に思っていけるかなと思って、でね、ペイペイフリマで出品してくれれば、なんだっけ、購入しますのでっていう話だったんでさ、それでやったんだけれどもさ、でね、他にもね、もっといい方法とか、なんかね、あるかなと思って YouTube をいくつか見てたんだけど、そしたらなんかね、その最初に、それでいけるならいいかと思ってたんだけどさ、みんなもっとね、すげえ頑丈にっていうのかな。なんか全然動かないように、なんかうまいことね、梱包するみたいなんだよ。それとは全然違うなと思ったからさ、そこまでしないとダメか、やっぱりって思うとなんかちょっと不安で、だけど私にはそれだけのことできる技術とか道具がさっぱりねえな、どうしようかなと思ってね。まあでもそのサイトでね、送り方を見た時には、まあそのやり方でいいっていうね、最初に言ったやり方でいいっていうから、じゃあいけるはずだよなと思ってね、頼む、無事に届いてくれと思って今日は午後に、苔玉梱包してな。で、プドっていうんだっけ、駅のそばにね、コインロッカーみたいなやつがあって、そこに入れて発送したんだよね。で、それがね、また焼き芋買うスーパーのすぐそばなんですよ。なので、またスーパー寄ってな。ただ昨日焼き芋はさ、買っちゃったんでね。
今日は焼き芋は自粛しようと思って、まあ、見切り品の野菜でまたなんかね、楽しげなものあったらと思ってさ、スーパー寄ったらさ、今日はね、リンゴが6個ぐらい入って1袋のやつね、が、お買い得品みたいになってて、それがね、450円かな。で、消費税入れると約500円みたいな感じだったんだよ。で、今日は auPay で支払いするとなんかお得かもしれんみたいな日だったんで、支払い方法は auPay かなと思ってて、で、まあそれが200円で1ポイントつく感じだから、そうするとあと100円だなと思って、で、右利品のところになんかね、いいものあるかしらと思ったらね、今日はね、レンコン、やったら茶色いレンコン。すげえ茶色くなっちゃってるレンコン。でも100円だったんだよね。だから、あ、ちょうど100円だしね、いいかもと思って、今日はリンゴとね、レンコンをさ、買ってさ、そしたらね、残念ながら596円だったかな。なんでよと思ってね。なんでこんな時に限ってってね。100円だから108円なんじゃないのと思ったんだけど、なんでこういう時に限って100円なのかしらと思ってな。微妙に足りなくて、ポイントを1個もらい損ねた感じで。しかも抽選には外れてみたいな感じでね。残念なお買い物を今日はしてきました。てんたまさん、苔玉もらい手見つかりましたか？確かに送りにくい形してますからね、そうなんだよ。だからさ、植物なんてさ、どうやって送ったらいいのっていうの分かんなかったんだよね。それこそ業者の人がさ、業者だったらほら送るのに梱包材、ちゃんとね、持ってるから、それに入れて送ればね、大したことないんだろうからさ。まあ、そういうんだったらね、そんな手間じゃないだろうけど、全然そういう梱包材とか持ってない状態でさ、植物を送るってまあ、考えらんないからさ、自分ではさっぱりやろうと思ったことなかったんでね、これ置くのかどうしようかとか思ったんだけど、ちょうどね、段ボール箱がね、そのペットボトルに、2個ね、入る大きさの段ボール箱、ミキサー買ったミキサーが入ってた箱が、ちょうどね、ペットボトルが、2本入る大きさだったんだよ。だから、ああ、これのためにのためにミキサー壊れたんかいって思うぐらいね、ぴったりサイズだったんだよね。なのでそれに入れて、だから周りをさ、動かないようにとか、特にしなくても、なんかおそらく動かなそうな感じだったんで。ただまあ、わかんないっていうか、結構みんなさ、頑丈にっていうのかな、送られてくる荷物見るとさ、結構しっかりね、なんて言うんだろうな、詰めてやってくれてたりとかするからさ、それ考えると全然そんなんいらない感じだったから入れなかったんだけどさ、だから大丈夫なのかなってちょっと不安もありつつ、ただまあ自分で持った限りでは、なんか特に中身動かなそうな感じだったんでね。まあそれで送っちゃったんだけど、あとはもうね、送ってくれる人がちゃんと上下ひっくり返さないでくれればおそらく大丈夫だはずと思ってね、ちょっと不安を抱えつつ、発送してみましたっていう感じ。でね、まあ、それで苔玉がなくなって、で、本当はさ、他にね、苗3つね、もらったから、それも一緒に入れようかなって思ったんだけど、入んなかったんだよね。もうちょうどその苔玉入れたペットボトル2本がぴったり入るサイズだったんでさ、もう他のものは入んなかったわけよね。だから3つ苗が余ったなと思って、で、じゃあこれは母親のところに持っていくかと思ってさ、ただ母親んとこ最近さ、電話してもさ、繋がんねえの。
なんかね、おかけになった電話は、おつなぎできませんとかってなって、で、電波状況が悪いだか、なんか通信状態が悪いため、おつなぎできませんとかっていう風になってんの。なんだそれと思ってさ、なんか、解約してたらね、解約してるからっていう文言になるだろうから、違うよなと思って、なんか生きてんだか死んでんだかもわかんねえなと思って、で、前も電話したんだけど、そんな状態だったからさ。でね、また日を改めれば繋がるかなと思ったらさ、やっぱり、まだ繋がらないまんまなんで。だから結構長いこともう電話が繋がらない状態のまんまだったんだけど、もうしょうがないな、これめんどくさいけどめんどくさいけども、このね、苗持って、で、もう一か八かで母親のとこ行ってみるかと思って、で、行ってさ、いなかったらどうする？これまた持って帰んの？めんどくせえと思ってさ、どうしようと思いながら、でも、生存確認でね、行くしかないかと思ってしょうがないから行って、ただ、なんだっけな、夕方だったからね、もしかしたら買い物に行っちゃっていないかもしんないなと思って、でもいつかは行かなきゃいけなかったからしょうがないよねと思ってね。で、行ったら、最初出なかったんで、あ、やっぱりいないかと思ったんだけど、なんか様子伺ってたらしいんだよね。私が行くときはほらいつも電話してから来るのに、電話してないからね、セールスか何かかなと思って、なんか様子伺ってたらしいんだけど、なんか私だなと思って、でね、開けてくれたんで、あ、いてよかったよと思ってね。で、電話、繋がってないの知ってる？つってさ。でね、え？みたいな感じで知らなかったみたいなんだよね。んでね、いや、困ったなみたいな感じなんだけどさ、でね、なんかいろいろっていうか、コンセントのところをいじろうとはしてんだけど、何にもしないわけよ。だからもう全部その関わってるね、コンセントとかね、繋がってる線ね、全部抜き差ししてっていう風に言ってんだけど、なんかね、やってるようなふりしてるけど、もうね、何にもやんないの。だからって言ってさ、電話の線は抜けないのって言って、なんか抜けるっぽかったけど、なんか抜けないとか言って、それはいいやと思って。でね、その横にルーターみたいのがあんだけど、だからそれの、後ろに繋がってる線を全部抜き差ししてっつってんのに、全然ね、見当違いなところにね、行くわけよね。だからさ、もうほんと、ああ、お年寄りだな。もうすっかりお年寄りだなと思って、もうしょうがないと思ってさ、だからさ、母親の家ってね、ゴミ屋敷なんですよ。ゴミ屋敷だからさ、足の踏み場がないわけね。なので、そのさ、電話のところまでさ、たどり着けないわけ。たどり着けないんだけど、もう全然もう聞いてないからさ、これは拉致あかんわと思って、でも困ったとか言ってるから、あ、困ってはいるんだ、直したいっていう気力はあるんだねと思ってさ、もうしょうがないと思ってそこを分け入ってさ、で、全部ね、差し替えてやったら、繋がりました。もうね、結局だから原因はそれだったんだよね。私がそれだっつってんのにね、本人は全然、だからもう本人の中では、これでは絶対ないっていう頭があって見えてないんだろうね。視界に入ってないんだと思うんだよね。電話の横にある青いそれだっつってんのっていうのにさ、全然違うとこ行っちゃうんだよね。もうなんでっていう感じでね。もうね、お年寄りだなっていう出来事が今日はありました。ゆいさん、フニータ昨日買わせていただきました。楽しみにしています。ありがとうございます。苔玉の発送の時に一緒にプドを
からね、発送してみました。いつもはコンビニで発送するんだけど、なんかね、最近届かないことがあってね、ちょっと不信感があるわけよね。まあ、プドだからどうかっていうのはわかんないけど、ちょっと他のところから送ってみようかなみたいな。だからね、ペイペイフリマでもう2週間ぐらい経っちゃうかなっていう商品がね、まだ届きましたって連絡が来てないのがさ、またって、もうな、どこ行っちゃってんだろうなっていう感じよ。で、最近なんだっけ、世田谷の郵便局で、ゆうパックが爆発したんだっけかなんかでね、荷物、何千個だったっけかなんかがね、消滅みたいなことがあったらしいから、まあ、もしね、その辺の地域の人だったとしたら、消滅しちゃってっかもしんないよね。だからそれってどうなんのかなと思ってさ、ちょっと気になってる感じね。まんめさん、こんばんは。苔玉譲ってもらえることになったまめです。ありがとうございます。大切に育てていただきます。もうすでにね、だいぶ苔は、元気がない感じに残念な感じになってきちゃっててね。で、よくあるんだって、苔玉の相談でね。苔が枯れてきちゃってるんですけどっていうので。で、まあ、そういうのはね、苔を張り直せばいいっていうことらしいので、まあ、もし、苔を張り直そうかなっていう気力があるようだったら、張り直せばね、なんかいいらしいよ。てんたまさん、ゆいさん、にゃいすフリマ。てんたまさん、まめさん、なめさんだっけまめさんでいいんだよな。もう老眼だからごめんな、読み間違ったらな。まめさんだよね。にゃいすこげだま。まどかさん、今日は11人の、た方が見てますね。てんたまさん、11人は多いですか？まどかさん、多いね。電話、てんてんてん。てんたまさん、荷物が何千個もなくなるくらいの、見えない。ハートで見えない。ハートで見えない。爆発の威力って、殺傷能力あるレベル。ね、何千個だったか忘れたけど、そんな、1000個ぐらいかもしれない。ニュース見てないからさ、ニュース見てないからわかんないんだけど、なんか世田谷の郵便局で、なんか爆発があって、で、荷物がね、まあでも、1000個レベルだったと思うんだよ。まあ何千個っていうとすげえ数を想像してしまうけどさ、まあ1000何個とか2000個とか、まあそんくらいかもしんないけど、にしたってさ、にしたってさ、郵便物が爆発で消滅するっていうさ、ことって今までおそらくなかったんじゃんって思うからさ、ね、海外だったらね、あるかもしれないけどね、その輸送中に襲われて荷物ね、奪われるとか、そういうことあるかもしんないけど、なんか日本で荷物がね、なくって届けられないみたいな事件って、なんかなかったんじゃないのかなって思うからさ、マジかと思って。で、その世田谷の郵便局っていうのは、そのお金持ちの人がいっぱい住んでるところの、なんか郵便局だったらしいんだよね。だから、ああ、ね、狙われたんだなっていう狙われたんですねっていう感じだよね。で、その金とか、なんかね、平気で郵便で送るらしいんだよね。で、その世田谷のあたりには金持ちがいっぱい住んでるんで、そういう金とかね、送ってる人がね、多いんで、受け取ってる人が多いんで、なんかそれで狙われたんかねみたいな、まあ、そんな話でさ、そうなのかと思ってさ、なんかね、届かないのがとにかくね、ほら、この前もあったじゃんか。で、それはね、荷物がね、どこだかわかんないみたいな話でさ、なんか滞ってるみたいな話だったけどさ、今それも何もないんでさ、なんか何もしようがなくて、
参ったねっていう感じ。てんたまさん、1000個も消滅って郵便局がなくなるレベル。まあ、どうなんだろうね。大爆発っていうか、火事なのかな？なんかね、人が亡くなったとかさ、そういう話は聞いてないんだよ。ただ荷物が、もう消滅っていう話でさ。だから、爆発というか、火事なのかもしれないね。ピヨンさん、約1000個に被害だそうです。ああ、そうなんだね。じゃあ何千個じゃなくて、約1000個だから1000個には満たない感じな。まどかさん、確かに、世田谷は立地かも。ね、まあ、場所によりだけどね。立地のところもあれば、まあ、そうでもないところもありっていう感じだけど、ただその狙われたというか、その事件があったところは、お金持ちが住んでるところらしくてね。まあ、そういう人がね、フリマアプリを利用して、ね、お買い物するとは思えないけれども、ただまあね、たまたま近くに住んでるとかっていう人が、ね、その荷物に紛れてたのかな、どうなのかなっていうね、感じで。参ったね。参ったね。これどうなるんですかっていう感じだよね。で、あとは何の話だっけ？母親のところに、で、苗を持ってったんだけど、前にもさ、あれ、入笠山に行った時のさ、花の苗、持ってったんだよね。しばらくうちで水やりだけやってたんだけど、なんかちょっと枯れてきたんでやばい、やばいと思ってね、枯れる前にあげた方がいいかもと思ってさ、前にあげたんだけど、それはもうすでに枯れ果てたらしくって、あれあれ、なんか、私ほど植物育てんの下手な人って世の中にいんのかなって思ってたけど、あれ、もしかして上行くかっていうくらいのスピードでね、なんか枯れ果ててたんで、ああっていう感じ。まあ、しょうがないね。そういうもんだね。また、そうだったら新しいの、育てればいいんじゃないでしょうかっていう感じですかね。まどかさん、でもえー送る元の場所を変えたのは良いですね。どうなるかわかんないけどね、場所変えたところでほら、業者が変わるわけではないんじゃないかなと思うんでさ。ただ、ちょっとシステム違うじゃんか。コンビニだと、なんかね、QR コード読み取って、そこから伝票を出して、で、それをカウンターに持ってって、で、お願いするんだよね。ただ、その不動だと、ただ QR 読んで終わりなんだよね。だからどうなのかなって。で、そもそも、あ、そうだ、ちょっと失敗したかもって思ったのはさ、そのプドっていうのはさ、ロッカーの中に入れちゃうんで、なんだろうな、室内の、気温はさ、特にクーラー入れたり暖房入れたりとかはさ、してないわけじゃん。で、めっちゃ日の当たるところにそのロッカーはあるからさ、外にあるんでね。だから、もしかしてこのロッカーの中、暑すぎて暑すぎてもしかしてやばいかなと思って、いつ集荷に来るんだろうっていうのがね、気になったんだよね。ただ、ちょうどいいといえばちょうどいいっていうのかな。なんかその説明によると、3時以降に、出すと翌日扱いになるっていうんだよ。で、私は1時半ぐらいだったかなに、えーそこに入れたんでね。だから3時ぐらいに集荷に来てくれるんであれば、ちょうどね、そんなに、大差ないっていうのかな、感じで、被害はない感じで持ってってくれるのかなっていうふうに思うんだけど、ほら、コンビニだったらさ、一応エアコンがあるんで、今の時期だと結構ね、クーラー
聞いてたりとかするから、そこに保管してもらってた方のが良かったのかなんてね、一瞬思ったけど、コンビニはコンビニでまたね、いつ集荷に来るかわかんないから、だから集荷がね、もし遅いようだったら、こっちの方が早ければそっちのがいいんだけどとかね、なんかわかんないからさ、事情が。どっちが良かったのかななんてちょっと不安に、思いつつ、発送してみた。場所を変えた。千沢さん、荷物が2週間行方不明だと、購入者から連絡来るはずですけどね、そうなんだよね。で、販売した人は、もうちょっとお待ちくださいみたいな連絡だけ来たんだよね。だからといって、届いてませんっていう、連絡も来ないんでね、なんか何もしようがなくてな。まどかさん、そういえば、昨日の局地的な豪雨は、そうだったよね。雹がすごかったらしいですね。ニュース見ました。そうなんだね。じゃあ、昨日の窓に打ちつけるようなね、すごい雨の音は、雹の音だったんだね、あれね。フィオンさん、QR コード詐欺ってあるらしいです。上から貼り直してるときは、注意必要かも。そこまでわかんないもんな。もうロッカーに入れた後のことはわかんないもんな。違う、コンビニの方ね、コンビニ、でも、どうしようもないもんな、そう言われてもな。その送ってる途中で何が起きてるかまでは、ね、どうしようもないもんね。で、なんだっけな、さっきなんか思い出した気がしたんだけどな。場所変えた。行方不明。何の話だったっけな。なんか思い出したんだけどな。場所変えた、立地。行方不明、違うな。何で思い出したんだっけな。忘れちゃった。忘れちゃったな。なんか今日見た YouTube の話と、なんかちょうどいいやと思って思い出したんだけど、忘れてしまった。今日見てたのはあれだね。体内記憶の人の話を今日は聞いてて、で、自分の人生が良くなる、のに、ご先祖様をね、日本人はもともと大切にしてたよと。で、そういう文化もともとあったよと。家に仏壇があって、まず朝起きたらその仏壇に手を合わせるっていうね、文化があったけど、今すっかりそんなんなくなっちゃってるかなっていう感じだけど、で、そのね、ご先祖様も、いっぱいついてはいるんだけれども、自分と一番ね、近しいというか、なんだろうな、つながってるというか、っていう、左側の左前についてるっていう風に言ってたかな。で、そのご先祖様は、会ったことのある人のはず、知ってる人だからご先祖様っていっぱいいるからさ、知らない人ばっかりじゃんと思って、なんかあんまりご縁っていうのかな、なんかわかんないもんな、そう言われてもっていうふうに思ってたんだけど、自分を守ってくれてるご先祖様っていうのかな、ついてくれてるご先祖様っていうのは、会ったことある人、顔を知ってる人のはずだっていうので、そうなんだと思って、で、今パッと思って、あの人かなって思った人がそうだよっていう話で、それでいくと私は母方の、おじいちゃんかなっていうふうに思ったわけよね。で、母方のおじいちゃんの話は、どんな人だったかっていうのはあんまり知らないわけよね。なんかもう私が子供の頃に亡くなっちゃったというか、父方のじいちゃんも、そうね、早めに同じぐらいの時期に亡くなったっちゃ亡くなったんだけどさ、ただ父方のじいちゃんの方はさ、なんだ、悪が強いというか、すごいなんかね、強烈な人だったんで、印象にね、残ってるんだけど、
母方のじいちゃんの方は体が弱くてね、で、なんかすぐ亡くなっちゃったかなみたいな、なんかそんな印象でね、あんまり母方のじいちゃんがどんな人だったのかっていう話は聞いたことがなかったんでね。で、今日ちょうどさ、母親のところに行ったんで、じいちゃんは、私のことを愛してくれていたんでしょうかっていうふうに聞いたわけよ。そしたら、なんだ急にみたいな話で、まあ、そりゃ言うだろうけどさ、って思いながら聞いたわけよね。だって母親しかさ、知らないんだもん、そのじいちゃんが、どういう人だったかっていう話できる人さ、母親しかいないんだもん、私にはさ、と思って。だからここでこの人に聞くしかわかんないもんなと思って、で、じいちゃんは私のことを愛してくれていたんだろうかっていうふうに聞いたら、なんか、いやいやいやつって、もう体が弱くて自分のことで精一杯だったからとかっていうね、もう切ねえこと言われて。切ねえこと言われてな。ああ、はいはい、そうですかっていう感じでね。まあ、どうかなとは思うんだけど、まあ、ただね、今まで聞いてない話は、まあ、少しは聞けたんでね、あ、そうだったんだなっていうのはちょっとは分かったけどね。まどかさん、思い浮かんだ人が守ってるんですか？あ、そうなんだよね。束ねてるっていうのかな。まあ、みんなご先祖さんついてはいるんだけど、まあ、自分がね、そのご先祖さんっていう風に、思い浮かべるときに、誰を思い浮かべていいかわかんないって思ったんだけど、まあ、そのパッと今ね、もしかしたら、だったらこの人かなって思う人が、この左前になんかね、いてくれてるらしいよ。で、その人の名前を呼んで、言霊なんでね、口に出して、ありがとうございますっていう風に言うと、ご縁をつないでくれるんだって、ご先祖様っていうのは。で、まあ、ご縁がつながると、まあ、いいことがね、次々と、起こるので、なんかそれでね、開運法っていうので言っててさ、そうなんだなと思って。で、なんで私がそのね、母方のじいちゃんがそうなんじゃないかなっていうふうに思ったのは、その母方のじいちゃんが私にちょっと似てるわけよね。っていうか、まあ、母親の話からいくと、なんか、あ、なんだ、私に似てんじゃんとかって思ったんだけど、いろいろね、私の印象だとじいちゃんはね、いろんなもの作ってたんだよね。いろんなものを作ってて、で、子供心には、なんかワクワクするようなものをね、いろいろと作ってくれてたんで、なんかね、別に不器用な人っていう印象ではなかったんだけど、まあ、とにかく親たちが言うにはさ、不器用なのにいろんなものをさ、作りやがってみたいなこと言うわけよ。なんかね、あんまりよく言わないんだよね、みんなね、じいちゃんのことね。ただ私はそのじいちゃんは、私にだけは優しいというか、もう周りの大人たちが私に厳しかったからさ、その中で唯一、その母親のね、母方のじいちゃんだけは、私に対してね、優しかったわけよね。そうやって作ったおもちゃをいつもプレゼントしてくれたりとかしてさ、なんか全然私に対して怒らず、逆に甘かったのかな。なんかコーヒー入れるのがね、趣味だったんだよね。なんて言うんだろう、サイフォンっていうのかな。あの、なんだろう、理科の実験みたいなさ、アルコールランプか、そういうのを使って、なんかコーヒーを入れてたんだよね。で、それの匂いがさ、いい匂いなんでさ、でね、飲みたい飲みたいって私が言うんだけど、ただ子供だからコーヒーはダメだっていう風に言われてて、ただじいちゃんがね、薄くしたから大丈夫だよっつって、で、そのじいちゃんの家に行った時だけはコーヒー飲ませてもらえるっていうね。そういうこともあって、で、病弱だったでしょ。で、私も病弱だったからね。で、呼吸が辛いみたいでヒューヒューしてたんだよね。で、私も呼吸が辛いからヒューヒューしてたわけよ。だから同じだなと思って、なんかちょっとね、親近感というか、共通点がいろいろあったんで、自分に似てるなっていうところがあって、で、自分に優しかったなっていうのがあったんで、で、じいちゃんかなっていうふうに思ったんだけどね。ただ、まあ、全然、他人のことは、
どうでもみたいなこと言われたんで、そうかなみたいな感じ。だから母親の家に行く途中、そうだ、じいちゃんのこと聞かなきゃななんて思いながら、歩ってたわけよね、もしいたらと思ってさ。で、その時に、ああ、そっかと思って、私は母親に対してさ、あんまり、えーいいこと言ってないっていうのかな。文句ばっかりっていうのかな。まあ、この親あってこの子かみたいな感じでさ、まあ、母親もね、絶対人のこと褒めたりとかしない。文句は言うけど褒めたりはしないっていうさ、感じの人だし。で、私もさ、母親の欠点ばっかりに目いってるからさ、あんまりね、誇らしいっていうかな、そういう感覚は持ち合わせてなかったけど、あ、そっか、じいちゃんがいて、で、私がね、そうやって母親の文句をね、言ってるのはね、じいちゃんから見たらね、快く思ってないだろうなと。私の娘に対して、文句言うやつは許さんぐらいな感じで、きっといるんじゃないかと思ってね。いや、確かにそうだよなと思って。自分は子育てしたことないけどさ、子育てしたことないやつがな、なんか母親の文句ばかり、言って、ま、そんな文句言うわけじゃないんだけど、気持ち的になんだよって思うことはさ、まあ、よくあるんでね。まあ、そうやって、言うなんてっていう風に、じいちゃんの立場からしたら、そう思うかなと思って、いや、そうだよなと思ってな、欠点ばかり見てるけれども、よくぞここまで私を、立派に育ててくれたよ。それは、ありがとうございますなんてね、そんなこと思いながらさいたのにいたのにさ、全然孫のことなんかみたいなこと言われたんでね、はあ、そうですかっていうね、感じだったね。まどかさん、私は祖父母と言っても、母方の祖母しか知らないな。他はあまり会う機会がなかったそう。だからね、知らない人じゃなくて、自分が知ってる人が、ついてるはずだって風に言ってたね。で、まあ、もし両親亡くなっちゃってるんであれば、両親がついてるはずっていうね、ことを言ってたね。まどかさん、自分は家庭の影響ない人かも。突然変異みたいな、ね、あんまり家族のこととかさ、縁がないっていうのかな。そう、で、子供が生まれてくる、理由というか、親を選んで生まれてきてるわけよね。で、親を選んで生まれてきてんだけど、で、ね、兄弟も選んでるんだと思ってたんだけど、兄弟は違うんだって。だから兄弟が、疎遠というか、あんまり縁が深くないとかっていうのは、当たり前のことなんで、特に気にする必要ないみたいなんだよね。へえと思って。あ、そうだったのかと思って。だからあんまり弟とね、縁がないっていうのかな。特に何にも連絡してないっていうか、もう会うこともないしみたいな、そんな感じなんで、薄いんで、縁がさ。でね、なんでなのかなっていう風に、なんでなのかなっていうかね、ね、薄いよな、うちはって思ってたわけよ、絆が。絆が薄いよなって思ってたんだよね。もう連絡し合ったりとかも全くしないからさ。と思いきや、ね、自分と親との関係性なんだって。この親だったら自分の魂が一番成長できるなっていう親を選んで生まれてくるから、兄弟は関係ないんだって。兄弟もさ、自分の魂が磨かれるのにね、一番ちょうどいい、要は両親と、あとそのね、家族、兄弟が、自分の魂が一番磨かれる環境に生まれてくるのかと思ったら違うんだって、親との関係だけなんだって。あ、そうなんだと思ってさ、じゃあシンプルでいいわと思ってさ。
兄弟まで考えなくていいんだもんね。とにかく自分の親と、自分との関係で、魂が磨かれるね、修行をしに来てるわけよね。で、弟は弟で、やっぱり私の両親とね、の間に生まれれば、自分の魂がね、磨かれるっていう両親を選んで生まれてきてるわけだから、まあ、ただ同じようなね、同じようなというか、同じ親を選んでるということは、まあ、同じような魂の課題を持ってるのかなっていうふうに考えれば、まあね、近いからね、なんか絆が深い家族とかが、まあ、あってもね、不思議ではないんだろうけど、まあ、大概兄弟はあんまりね、縁がないらしいんだよね。でもそれって当たり前のことらしくってさ、ああ、そうなんだなっていうね、感じ。じゃあタロットカードタイムいこうか。突然始まるタロットカードタイムでございます。78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、その体内記憶のね、話をしてる人が、女の子が生まれてくる理由みたいなことを言っててね。まどかさん、そうなんですね。てんたまさん、聞き入ってたら突然タロット始まった。あ、聞き入ってたのか。みんな興味がなさそうだな。なんかつまんないのかな。じゃあやめっかみたいな感じでタロット始まってみたけど、話のネタが切れたからだけどさ、突然タロット始まったよっていう感じ。そうで、女の子が生まれてくる理由っていうのかな。まあ、女の子はお母さんになりたい、お母さんになりたいっていう生まれてくることがほとんどらしいんだよね。で、まあ、全員が全員っていうわけではないんだけど、大概の女の子はお母さんみたいになり、お母さんになりたいと思って生まれてきてるんで、お母さんの真似をするっていうのかな。で、お母さんみたいになりたいとか、私はお母さんと一緒よっていう感覚でね、子供の時に生きてるみたいなんだよ。ただ子供なんでお母さんみたいにね、何でも完璧に上手にこなせないんで、それがね、イライラして、で、キーってなってね、母親とぶつかったりとかね、するみたいなんだよね。で、だから母親が結構ダメなところをね、見せてあげると、その女の子はね、安心できると。で、完璧なお母さんだと、その子はね、かなりちょっとストレスが溜まるっていうのかな。なので、あんまり完璧なお母さんを演じない方がいいですよ。ダメなところね、いっぱい見せてあげた方のが、その子はね、ちょっと安心して生きることがね、できますよっていう、話だったかな。で、まあ、男の子が生まれてきた理由みたいな動画もあったみたいなんだけど、まだね、全然ちょこっとしか見てないんで、まあ、そんくらいの話かなっていう感じ。で、あとは、また昨日の村づくりの人の話を聞いてたんだけど、お金がない世界ね。お金がない世界。ああ、そっか。もしかしたらできるかもしれないな、みたいのをね、聞いてて、へえって思ってたよ。まどかさん、女の子の話はなんとなくわかるね。そうだよね。ああ、なるほどなって思ってさ。なるほどねってね、なんかね、わかるよね。まどかさん、ストップありがとうございます。ピヨンさん、尊いお話ですね。私の知らない世界をね、いろいろ教えてくれる人がいてくれて、YouTube のおかげでいろいろね、なんか知れて、なんか楽に生きられるようになったよな。てなわけで、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカードを今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。
では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お、またワンドだね。ワンドの4で、なんだこれは。2人、男女だったりするのかな。そうすると、これは何だろう、結婚式のカード的なことになるのかな。まあ、調和が取れてるとか、そういうことなんだろうね。4だもんね。教会ではないのか。あ、そうそう、畑の話だ。畑の話ね。人間が、生きていくには、2メートルかける5メートルの畑が1個あれば、家族4人養えるって話で、あ、そうなのか。車1台分って感じだよね。2メートルかける5メートルつったらね、車1台分のスペースの畑でね、一生家族4人賄えるって話でさ、あ、マジかと思って。で、まあ私は一人で、まあ1メートル足らないベランダの幅なんでね、まあ5メートルは、あるかもしれないなっていう感じだから、まあちょうど一人ぐらいだったら、まあいいぐらいのベランダ菜園の広さだから、あれ、この広さで一生食っていけるそうだったのみたいな感じでね、ちょっと興味深い感じなんでございます。あ、そうそう、それで思い出した。でさ、雑草が生えるじゃんか。で、雑草が生えるんだけど、それについてはどうですかっていうのでさ、で、雑草もその植物にとって、必要な栄養を、与えられる、草が生えるわけよね。だから、いいんだって。で、そん時は枯れるかもしれない。そん時は枯れるかもしれないけど、また次の年、同じ場所に同じ植物を育てたら、それはね、いい土になってるから、めっちゃ育つんだって。そうだったのかと思って。だからうちのさ、家庭菜園もさ、すげえ雑草がでかくなっちゃってるやつとかもさ、なんかね、ここまででかくなると抜くのも悪い気がしてさ、そのままにしてんのとかあったんだけど、なんか、あ、これはこれで必要な栄養が、ある子が育ってるんだ。だからみんな違う雑草が生えてんだっていうものたのがさ、へえと思ってな。竹縄になっちゃった。竹縄になっちゃったけど、なんだ、ワンド4、絵柄の意味、世界観。花束を持った2人の人物があなたを歓迎しています。果物が実った門の先では、お城の前で人々がくつろいでいる様子。あなたが足を踏み出せば、安全な場所が手に入ります。あなたのほっと一息つけるような場所を一緒に探してみませんか？安全な場所っていうテーマか。テーマ、安全な場所。そう、だからさっきそのさ、何ビレッジだったっけの人の話は、物を持ってるからね、囲いを作んなきゃいけないし。で、そうやってね、所有っていう概念が生まれた時からね、なんだ、戦争っていうのかな、争いが起こる、安全が、失われると。だからね、何も持ってなければ安全なんだよっていう話でな、お金がなければ安全が手に入る。で、お金があると、安全が、え失われるっていう話だったんで、ああ、そうだなと思って、で、こんなカード出た。安全な場所っていうテーマのね、カードが出ましたよ。今日は聖地ですね。聖地全体、あなたは気がかりな物事から解放され、平和な時間を過ごすことができるでしょう。あなたが手に入れる平和な時間は、これまであなたが努力してきたからこそ得られるものです。周囲の人々もあなたの努力や成果を認め、祝福しています。
気を許せる仲間と一緒に平和な時間を楽しんで、次へ進むエネルギーをチャージしてください。はい。まとめ、ウェイトの解釈、逆位置でも意味は変わらない。あ、そうなんだね。ポジティブな雰囲気が伝わってくるカード、希望や繁栄を表す背景の黄色、実り多きリース、門の中にいる2人はとてもリラックスしています。花束を持つ2人の人物は安全で安らげる場所へ私たちを迎え入れてくれるかのようです。私たちが安全だと感じる場所の代表は家でしょう。家は私たちにとって帰るべき場所です。玄関のドアを開けると肩の力がストンと抜けるような感覚を味わうこともあります。外での緊張の歪み、リラックスできるの、緊張が緩み、リラックスできるのです。人間はずっと踏ん張り続けることはできません。安定と発展を繰り返しながら前に進んでいきます。すなわち、私たちが前進するためには、安定が必要だということ、ほっと一休みできる家のような存在が目的を達成するために欠かせない要素となります。てなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、安全な場所っていうね、カードでしたよ。このライブが皆さんにとって心の安全な場所になってくれていると嬉しゅうございます。てなわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。